あなたの子供がある日こう言ったらどう感じますか？お母さん、僕、海外の人と結婚したい。胸がスキッとしませんか？文化、言葉、価値観、見えない不安が100個ぐらい一気に頭に浮かびますよね。僕も韓国人として日本人の方と結婚することを親に伝える瞬間がありました。心臓がバクバクして怒鳴られたらどうしよう。正直覚悟していました。でも返ってきた言葉は全く予想外でした。今日はその4つの裏側、結婚を聞いて親は何を思ったのか、反感はなかったのか、日本という国をどう見ていたのか、結婚生活への不安はあったのかを紹介します。まず一つ目はですね、結婚を話した時の反応です。僕が母に日本人の方と結婚したいと伝えた瞬間、まるで冬の空気みたいに冷たく張り詰めました。でも、その後返ってきた言葉は意外にも快諾でした。母がまず言ったのは、そもそも日本文化がすごく合ってたでしょという一言でした。日本に来て9年、僕は東京でも福岡でもどこに行っても日本の空気が体にしっかり馴染んでいました。コンビニの丁寧な接客、お店の静けさ、時間通りに来る電車、韓国のスピード感ある生活とはまた違う落ち着いたリズムです。母はずっとその僕を見ていて、この子はこの国で幸せになれるなと感じていたそうです。だから母はこう言いました。日本で満足して暮らしてきたんだから、日本の人を好きになるのは自然なことだよと。そしてもう一つ、母のリアル価値観がありました。結婚は自分の人生を自分で切り開く決断という意味を強く持ちます。親が代わりにその人生を生きてあげることはできない。だから母は国籍を理由に反対することは一切しなかったです。ただし母自身は昔家族の猛烈な反対を押し切って結婚した経験があります。それでも夫婦として山あり谷ありの人生を歩んできた。だから母は僕にも同じようにこう言いました。どんなに意見がぶつかっても苦しい日があっても自分で選んだ道なら乗り越えられる。だから反対しない。母は心配よりもこの子が自分で選んだから大丈夫という確信の方が大きかったんです。そして二つ目の話はですね、日本人と結婚すると聞いて反感はなかったのかという話です。母にとっては日本人と結婚すると聞いた時の感情は意外にも反感ゼロでした。むしろ、やっぱりね、という静かな納得だったそうです。9年間、日本という国の中で僕がどう生きてきたのかを母はずっと見ていました。勉強、人間関係、アルバイト、研究、そのどれも日本語で乗り越え、自然に馴染ませ、信頼を得てきた。だから母はこれは順当な流れなんだと感じたと言います。異国の地でここまで順応してきたパク君なら日本の人に認められるのは当然なんじゃないかと、そう言われた瞬間、僕胸の奥がじんわり熱くなりました。そして実際に僕のパートナーと対面した時、母は驚きました。前回の状況での顔合わせはちょうど母の日。彼女は日本の花屋で花を選び、その上に丁寧にゆっくりと時間をかけて書いた韓国語の手紙を添えてくれたんです。丸っこい筆跡じゃなくて、まるで習字のように整ったハングル。韓国語を知らない人が見れば気づかない努力の後を母は一瞬で感じ取りました。さらに顔合わせの日にもまた彼女は心を込めた韓国語の手紙を送りました。日本語ではなく僕の母の言語で伝えようとする姿勢。それは文化の壁を越えた心の温度そのものでした。母はこのように言いました。パックンの意見を尊重してちゃんと向き合ってくれる人なんだねと。私とはちょっと違うね、夫婦みたいな照れくさそうに笑っていたんですが、その目は完全に安心していそうでした。三つ目の話はですね、日本という国をもともとどのように見てたのかっていう話です。母が若い頃に抱いていた日本のイメージは、とにかく先に進んだ国でした。明治維新でいち早くヨーロッパの技術を吸い上げ、学問、製造、衛生、文化のあらゆる面でアジアの中でも抜け出した存在。そして何よりノーベル賞も近代によくありましたよね。韓国で日本は科学の国だというフレーズを耳にするたび、母は手の届かない先進国という印象を昔強く持っていたそうです。象徴的だったのがですね、爪切りの話でして、韓国では昔、今どうなのかわかんないんですけれども、安いものは切れ味が悪くてすぐ壊れることが多いだというようです。でも日本製を買ってみたらカチッと音がして爪がピタッと合いスッと切れると、その精密さに母はこういう細かいところが日本らしいと驚いていたそうです。韓国のパッとやるスピード感とは違う日本の職人の
の高級が作るものづくり。韓国では変化のスピードが速く、店が次々と入れ替わることも多い。だからこそ日本の文化は母にとって斬新だったのです。そしてもう一つ、母が最も評価していたのが静かな先進国でした。海外旅行で訪れたホテルでも日本人は当たり前のように列を作り、声をうるさくせず、スタッフに丁寧に接する。その静けさの中の質の高さに、各国からの評価の高い理由を理解したと言っていました。日本は失われた30年と呼ばれる長い渋滞の時期があったかもしれません。でも、母にとって日本は衰退した国ではなく、長い助走の時間に入っただけと言っていました。変わらない秩序だったりとか、変わらない丁寧さだったりとか、変わらない技術へのこだわり、こういう芯の強さがあるから、どれだけ時代が揺れていても、その定力は残り続けるんじゃないかと、母はそう見ていたらしいです。最後4番目の話、結婚生活に不安はなかったのかということです。母に不安はないのと聞いた時に返ってきた言葉は、まるで静かな森の奥から聞こえる風の音みたいにゆっくりで深いものでした。このように完璧な人生の地図を持って生まれる人なんていないよと、母は人生を道に例えて話してくれました。歩いていれば石の多い道もある。足の裏が痛くなるような砂利道もある。急な坂も霧のかかる谷も全部ある。それが人生。つまり今日を生きればいい。その積み重ねが結婚生活であり、夫婦で味わる喜びも涙も全部その日の恵みなんだと言いました。神様が導く街を歩けばそこには必ず意味がある。パックンが日本で出会った人ならその道にもちゃんと理由があるはずだよと。母は文化の違いにも触れました。韓国は情が深くて熱い国。日本は丁寧で落ち着いた国。その真ん中に立つ僕が選んだ結婚ならきっと乗り越えられると信じていると。最後に母は優しく微笑みながらこう言いました。明日を心配するより今日あなたが幸せかどうか、その方がずっと大事だよという話でした。最後にどうしても伝えた話がありまして、今日話したのは、ただの日韓カップルの結婚話ではありません。国を越えて生きるという、留学生にとって一番リアルで一番怖くて一番尊いテーマです。正直僕も怖かったです。韓国人の僕が日本で人生を作り、日本の人と結婚する。その道に答えなんてありません。視聴してくださっている皆様の中にも文化の違いで本当にうまくいくの？そんな不安を抱えている方がいるかもしれません。でも今回、母の言葉を通して改めて感じました。人生は地図じゃなくて道だということ。石の道でも雨の道でも二人で歩けば前に進める。そして日本という国はその歩みを静かに温かく優しく支えてくれる場所だということもです。僕のチャンネルではですね、日本で生きる韓国人のリアルをですね、これからも全部話していきます。文化の違いも家族の物語も恋愛も研究も涙も笑いも他の韓国人の方々の話もよかったら一緒に歩いてください。チャンネル登録してくれたらいいねを押してくれました。本当に心から嬉しいです。はい、以上パクンでした。アニョン。